クロスベル市解放作戦、いよいよ明日に迫ったわね。ベルやおじさまに会ったら一連の事件の真意を問いただして、できるなら説得したいと思ってる。でももしそれが叶わなかったら対立は避けられないだろうな。もう私もその覚悟はとっくにできている。危険を顧みずに手を貸してくれる多くの人たちに報いるために、何よりキーヤちゃんを取り戻すためにも私たちは絶対に負けるわけにはいかないのだから。なあエリー、そんなに一人で気負う必要はないんだ。ディーターさんやマリアベルさんは俺たちにとっても親しい人たちだった。だからその重みはエリーだけじゃなく全員で背負っていくべきものだと思う。ロイド、明日は一緒に頑張ろうエリー。俺やみんながついてるからさ。そうね、ありがとうロイド。おかげで気持ちが楽になったわ。どういたしまして。ロイド、明日の準備を済ませたら後で甲板に来てくれない？できればその二人きりで話がしたいな、なんて。分かった。俺でよければ行かせてもらうよ。ありがとう。それじゃあまた後でね。エリー、先に来ていたのか。ロイド、お疲れ様。明日の準備もう終わったの？ああ、一通りはね。さすがに万全とは言えないけどさ。不思議ね、こんなにも危機的な状況なのになぜか不思議なくらい心が落ち着いているの。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと、不安なことや心配なことはいくらでもあるのに。そっか。俺も同じかな。腹がくくれたというか、やるべきことが見えたというか、これもエリーやみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。本当なら不安と焦りで潰れていてもおかしくないのに、あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう。本当にあなたがいてくれてよかった。エリーお役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。でなかったらこんなところまでみんなで来られなかったと思う。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件どう決着したとしてもクロスベルは大変なことになるわ。多分私たち支援家も今のままではいられない。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場で努力していく必要がある。クロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍が警備隊に戻ったら協力を要請されるかもしれない。ティオは
財団に戻るかもしれないけど、もしかしたら動力ネット方面で。そしてエリーは有事における行政外交方面での危機管理、多分私に求められるとしたらそういった知識と能力だと思う。そして私はこれまでの留学でそうした勉強を積み重ねてきたわ。まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。そうか。よかった。少しはそんな風に寂しく思ってくれたみたいで。大丈夫、エリーならやれるさなんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？ティオちゃんやランディがいなくなるのと同じ理由で。それは。答えてロイド。今私に不安があるとしたらあなたがどう答えるのかだけ。もう分かってるんでしょ？どうして私が話がしたいって言ったのか。エリー、最初はさ、ぼんやりとした憧れだったんだ。その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だなって思った。これでも最初はカッコつけて平気なふりして話していたけど、白状するとずっとドキドキしていたんだ。ロイド。さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には思わなくなったけど、それでもずっとその子の同僚であるということは俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺にとって何よりも嬉しかった。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけどやっとの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに、いやそれ以上にドキドキしている。ロイド。好きだよエリ。仲間として、家族としてだけじゃなく、一人の女の子として君が。ロイド、私もあなたが好き。ずっとこうしたいと思ってた。私も。たとえ仕事で同じ道を歩けなくなったとしても、ずっとお互いを必要とし、支え合って前に進めるような、そんな関係になってくれるか。